せーの。アットウィズイッシュ一生一緒にいてくれや。なのです。ゆうきです。りのでーす。ということで、フェイズ発売されましたね。イエーイ。発売日1月14日はですね、はい、私たちタワーレコードさんで展開させていただきましたね。餅ついてましたね。来ましたね。ウサピョンになりました。まさかね、あそこの渋谷の前撮ってる人たちは地下で何が行われてるか分からなかったでしょうね。本当に間違いない。餅ついてうさぎになってパートチェンジして、パートチェンジめっちゃ楽しかったな。楽しかった。スーパールナのパートチェンジね、ボロボロだったけど楽しかったね。はい、めっちゃ楽しかった。あれ楽しいがね一番大事ですから。そうですね。リボンもね大受けしてましたし、実はその後にもね私たち普通にちゃんとしたバージョンのスパルナもね披露したんですけれども、なんかちょっと名残残っちゃったりしてね。確かにパートスイッチのね、ちょっと位置間違えちゃった。そうもうねリボンの反応がいつもはこうわーって見てくれてるんですけど、すごいみんなも爆笑しながら見てくれてて。またその時特有の空気が流れてよかったですね。確かに面白かった。面白かったな。ありがとうございました。来ていただいて本当にありがとうございます。ということで今回のコーナーは一種の愛する世界スペシャル。やー。前回はりのちゃんの愛するノイキャンを紹介してもらいましたが、今回はスペシャルということで私ゆうきとなのさんの愛する世界を紹介していきます。おー。じゃあまずは私ゆうきからいきたいと思います。私の愛する世界は柴犬です。おー。わ柴犬ね。ちょっと皆さん頭に柴ちゃんを浮かべてみてください。柴ちゃんね。はい、浮かべました。どんなイメージがありますかね。どんなイメージ？まんまだとは思うんですけれども、かっこいい、勇ましいとかなのか、かわいいって感じなのか。いや、かわいいだな。ふわふわしてる。確かに。おっとりふわふわ。そうね、目が丸々してる気がする。で、耳が立ってて、なんか触りたい感じ。まあまあ分かってるじゃないですか。あれ思ってた反応と違った？まあなんか思ったより分かっててびっくりって感じ。あれごめんなさい。まあまあでも台本の通りいきますとね。はい。実際はその100倍可愛いです。ということなんですね。なるほどね。みんなももう分かってそうなんですけど、私がそんな可愛らしい柴犬を愛するきっかけになったのは我が家にですね、皆さんもご存知だと思うんですけれども、白い柴犬のこまちちゃんがやってきたことがきっかけなんですね。こまち。柴犬のこまち。そうなんです。私白い柴犬を飼っておりまして、その子の名前はこまちっていうんですけれども、この子と初めて会った時はですね、自分で飼おうって言ったわけじゃなくて、私のお姉ちゃんが柴犬を一人暮らしで飼ってて、その子を連れて帰ってきたというところから始まりまして。あ、そうなの？そうなのよ。だからなんかちょっと成長した赤ちゃんよりちょっと大きいぐらいのこまちと出会ったって感じで、私はなんかある日いきなり犬が来たって感じだったんで、最初は結構ビビってましてね、向こうの方が結構私に対してこうオラオラオラって感じで、私は犬触れないタイプだったんで、本当に怖かったんですけど、そうなんだ。触れなかったんだ。そう、触れなくて、もうクッション持ってこう突進してくる小町をこうそんな感じだったの？そう防御したりとかするぐらい動物ちょっと怖かったんですけど、そうなんだ。はい、一緒に成長しまして、一緒に成長しまして、はい、今ではもう大柴犬ラバーとさせていただいております。かわいいね。でね、嬉しかったこともいっぱいあるんですけれども、結構その初対面の時から小町さんの方が私に対してこうオラオラっていうのもあって、今でも家に帰った時にですね、だいたいこう帰ってきたらワンちゃんってこうラテちゃんもそうだと思うんですけど、飛んで喜んだりとか尻尾プリプリプリとかしてくれるじゃないですか。なんですけど、なんか私が帰ってきた時だけなんかこう全然気づいてくれない。あれ？はい。気づいてくれなくて、ご飯食べて始めたらようやくなんか帰ってきたのみたいな感じで、すごい知らなかったみたいな、大好きだよみたいな感じで急にやられちゃう時もあるくらい、ちょっともしかしたら下に見られてる。こまちにね。はい。家族の中で序列がね、パパママいて、お姉ちゃんいて、小町いて私みたいな。
そんなことあるんいや、あるのよ。犬って序列つけるよね。うんそうなんだ。つけるよ。知見もあります。あります。なんと、姉が一番低いです。意外かも。うちと逆だ。姉が一番低い。お姉ちゃんお姉ちゃんが一番低い。だからもう、本当に、リノとか久しぶりに帰るけど、お姉ちゃんとかしょっちゅう帰ってるから、多分ラテに会ってる回数、お姉ちゃんの方が多いのよ。なのに、うちにはめっちゃ尻尾フリフリするんだけど、もうお姉ちゃんが帰ってきて、でって言うともうすっごい尻尾下がってる。もう、あるんだ。もうみたいな。下がってるよみたいな。そんなことある？そう、でもやっぱ序列が低いんだねって。そう、家族でも話してる今。頻繁に帰るのが悪いのかな。私も結構時間があったらすぐ小町に会いに行くタイプなんですけど、お姉ちゃんの方がレアなんですよ。もう1年に何回とか。元の飼い主なのでね。なんですけどやっぱお姉ちゃん来ると、ブラーンピャピャピャーンってなるので、そうなんだ。ちょっと舐められてるのかもしれない。まあでも、そうなんだ。そうなんですよ。まあでもね、まあそんなことされても大好き大好き。あ、そうですね。可愛いからね。愛を伝えるの大事。大事です。これからも伝えていきたいんですけれども、はいここで小町ちゃんの愛おしポイントベスト3を勝手に発表させていただきたいと思います。いいですね。ご清聴よろしくお願いします。はい。ではまず第3位。第3位は、耳です。ははい。まあ、ワンちゃん誰でも耳はあるんですけれども、うんうちの子はですね、飛行機耳が、ラテちゃんもしますか？飛行機耳。耳がこう喜ぶと垂れる、こう耳がピンってもともと立ってると思うんだけど、喜ぶと耳が平行に、床と平行にこうピッて垂れて飛行機みたいになるんですよ、形がね。なんか垂れ耳になったりとかある？うちもともと垂れてるのよ。立ってないから、ずっともう、そっか。そう、もうおかっぱみたいになってるのよ。おかっぱ。ずっと。かわいい。レフォがね。それもかわいい。そう。そっか、じゃあ柴犬特有かもしれないんですけど、確かに確かに。そう、柴犬界隈のねリボンがいたらわかると思うんですけど、飛行機耳になることが多くて、尻尾がプリプリプリ飛行機耳になるともう本当にご機嫌マックスということを書かれます。はい。もうこの耳が私は本当に大好きなんです。そうなんだ、可愛いね。飛行機耳。ぜひ多分柴飛行機耳って調べたら出てくると思います。ちょっと見たい。初めて聞いた。ということで、じゃあ第2位も。2位は匂いです。なんかそれ前言ってたな。あるかい。香ばしい匂いみたいな。そうなんです。パン。そうなんだよね。もう言うことありません。2位なんだそれ。そう。ちょっと1位かなって思ってたけど。ちょっとまあ迷ったんですけど、このパンのような香ばしい匂いが実は最初はあんま好きじゃなかったんですよ。なんかちょっと獣っぽい感じの動物っぽい匂いだから嗅ぎ慣れてなくて、ちょっとこう近くでクンクンができなかったんですけど、もう今では全然余裕で嗅いじゃいますよってぐらい大好きなんです。そしてですね、第1位はお尻です。お尻。お尻っていいよね。そう。なんか多分でもナナも実は小学生の時にコーギーっていう犬種の犬を飼ってた。コーギーはね、お尻が有名なんですよ、食パンで。わかる。多分それと同じなんだろうね。すいません、どうぞ。でもコーギーは本当にお尻界の帝王だと思ってるんですけれども。そうなんだ。そう、まあちょっと柴犬のそれはもうちょっとちっちゃいんですけれども、でも白いんで何せ餅みたいにこう触りたくなっちゃうっていうね。本人はちょっとなんか触るのみたいな顔してるんですけど、ごめんねって言いながらいつももふもふさせてもらって。いいなぁ。みつきの魅力が。お尻いいね。ラテちゃんお尻どうですか？ラテお尻ちっちゃそうだね。ちっちゃい。めちゃめちゃちっちゃいから、お尻触るがないかも。なんかこう、プリンっていうおけつじゃなくて、どちらかっていうと尻尾の方がふさふさしてるから見えないんだ、逆にお尻が。すごっ。尻尾ふさふさで？そう、尻尾ふさふさなの。そう、だから撫でるってなったらどこだろうな。顔こうグーってやってふわってしてる。顔がね、そう、顔がね、もうこうやってクシャクシャクシャってやって、もうなんかクシャクシャってされた後のなんかもう、今僕何されたのって顔が大好き。かわいい。かわいすぎ。本当にいいですね。いいな、ラテにも小町にも会いたいよ。私まだ会ったことないからさ。そうだよね。みんなにね、会ってほしいな。会いたいでごいっす。合わせたいです。はい。合わせてください。わかりました。はい。ということで、はい。このベスト3も踏まえて、ぜひ皆さん、柴犬にハマっていただけたらなと思います。はい。私、ゆきの愛する世界は、柴犬小町でした。わー、いいですね。素敵素敵。ありがとうございます。ご清聴いただきまして。そして最後は、ナノオンニです。
ですね。この小町語りにちょっと対抗するのが結構大丈夫なのか私心配なんですけれども。自信を持ってください。いきます。はい。はい。私、ナナが愛する世界は、ちいかわです。いやもうこれは認めるしかない。まあ、これちゃんが大好きなんです。もうこれはもそうでね、メンバーとか私の周りのスタッフさんとか、友人とかには周知の事実かもしれない。あ、でも、結構ファンのことも知ってくれてるか。う知ってるね。ね、ちいかわは漫画家の長野さんが、SNS で連載している漫画が原作で、朝のニュース番組でアニメ化されたりとか、あとグッズ化されたりとか、すごい大人気。いや人気だよね。人気だよね。ずっと大人気だよねすごいマジですごいもんな。すごいよね。そうで、私がねハマったきっかけは、ある日多分友達の家に行った時にちいかわの大きいぬいぐるみがあって、でそれをこうやってむぎゅしてたら、なんかこいつ可愛いなーって思い始めて、友達がきっかけなんだ。かも。でそれあげるよって言われて、そう懐がでかい。そうで、いいのって言ってノリでもらったわけだけど、なんかめっちゃ可愛いっていうか愛着湧いちゃって、でそれをきっかけにいろいろアニメがあるんだとかいろいろ調べてたら、声が可愛いんですよ、ちいかわは。聞いたことある？よく真似してるじゃん。確かにリノ、でもちゃんと聞いたことないかも。みたいな。そう、ナノちゃんバージョンのちいかわしか聞いたことない。あ、そっか。だからリアル見てほしいかも。もっと可愛い。で分かった気私全然再現できてないんですけど。そうなの？そう。ハチワレくんもいるのよ。で、ちいかわがいいんだけど、ハチワレが日本語を喋れるのよ。ちいちゃんはね、日本語と日本語あまり喋れない。ほぼ擬音で喋ってる。なんか、あーとか、みたいな。それがもう、もう私が守るって感じになるっていう。ちいかわがいたの。ちいかわがちいかわを守るってそう、ね。私が守るってなったっていうのが、まあ、きっかけであり、最大級の愛情ポイント。ちいかわのこの守ってあげたくなるあの感じ。なるほどね。そう。で、あともう一個ね、ポイントを話すとしたら、そのちいかわの世界って、なんだろうな、地味に人間界に通ずるものがあって、なんか、ちょっと残酷な要素あるのね。ってわかんないと思うんだけど。なんか、急にね、私が一番好きな話で要約して伝えると、なんかね、ちっちゃいカブトムシみたいなキャラが登場して、ちいかわたちがそれをね、なんだろう、みんなで育てるっていうか、お世話するの。めっちゃちっちゃいの、ちいかわたちよりも。で、めっちゃ仲良しだったんだけど、ある日突然、その子の元々いた住処みたいなとこに戻っちゃった時に、凶暴化して、めっちゃボンボンボンってでかくなったの。カブトムシが？カブトムシが。で、ムキムキのカブトムシみたいな。で、それがちいかわたちをまた追っかけて、って言ってちいかわが逃げるみたいな、まあ、回があったわけよ。理解できないですね。普通に残酷やん。私、なんか結構そうやってこう逃げ回るとか襲われるとかそういうのも結構普通に入ってくる。じゃあちゃんとなんかただほんわかただしてるだけほんわかしてるだけじゃない。普通に。なるほどね。そう。ハラハラ要素もあるし、でそういうなんかちょっとまあ人間とも通じるような。通ずるか。通ずるしないか。まあ確かにないね。なんかそのカブトムシでかくなるとか。犬がでかくなって追いかけて帰ってくる。夢の中の話だね。なんかそういうなんか可愛いだけじゃ終わらないその世界観も私はすごい好き。なんで一旦そのカブトムシのエピソードを2人には後で見ていただこうと思います。結末が気になって仕方ない。そうでしょ。確かに。結末でないんだよね。追っかけられて終わりみたいな。確か。大体1話完結？いや、そのカブトムシに関しては2、3話ぐらいで連結だった。そういう時もある。なんかエピソードなんだろう、こうパート1、パート2みたいな感じでつながって1話が完結するのもあるけど、大体1話完結。なんか日常の切り抜きみたいな感じですね。でも鎧さん大好きだよ。出た、鎧さん前書いてくれたよね。鎧さんかっこいいから。私もちいかわの世界で言ったら自分は鎧さんだと思う。気になるので後で調べます。はい。ということで以上、私のちいかわ愛でした。イエーイ。ありがとうございます。伝わったかな？伝わったでしょ。よかった。なんか犬もだけどちいかわも守りたいっていうものをやっぱね、そうね、愛したくなっちゃいますよね。いいですね。ぜひ皆さんも守りたいものあったら教えてください。ということで、それでは@withissue一生一緒にいてくれやでした。またねー。